僕が行く。僕が外に出て告発を止めに行く。止めに行くって、そんなこともし稲本さんにバレたら。確かに君ならすぐバレてしまうかもね。でも慎重な僕なら他の誰よりもバレにくいと思うけど。でもスバルにそんなことは。だったらいっそ俺が自分で。やめろ。やめときや。やめた方がいい。やめときな。やめた方がいいよ。おすすめはしないかな。だね。ククもそう思う。諦めろ。その方がいいよ。そうです。そこまで。てな冗談としても稲本さんが実際どこまで情報を把握してるかわかんないしね。もしかして疑わしいのは太陽くんなんじゃってとこまで来てたら、一番疑惑が強い当の太陽くんが姿消したらすぐにバレちゃうでしょ。そうだね。対してスバルは太陽のライバルなわけだし、まさかライバルのために危険を冒してまで外に出るとは思いにくい。でも。とはいえそれも外に出る方法が分かっているならの話だ。ですね。僕たち1年前砦のステージからセンターホールに降りてきて以来、どうやったら外に出られるのかずっとわからないままなんですから。だな。外の人間とリアルに会ってすらいねえし。それな。俺知ってる。あ？なんだ無口。知ってるって何をだ？外に出る方法。ミオの妹がインターナートに来てたの？来てたっていうか、潜り込んでたっていうか。一切お前知ってたのか？まあ俺とミオくんだけの秘密ってやつ。レオン、もち焼きクック、それを言うなら焼き餅だよ。うるせえな。んなもん焼いてねえ。ちょっとレオン、ナゴム兄さんとクックを怒鳴らないでくれるかな。なあ、そないでっかい声で否定せんでも焼いてくれてもええんやで。な着いた。ここが外とつながってるの？貨物用エレベーターなんだ。外からインターナートに食べ物や日用品を補充するときに使われてるんだって。妹はここに運び込まれる荷物に紛れてインターナートに入ってきたんだ。こんなところにあったんですね。全然気がつかなかったぜ。僕もこんな近くに外とつながってるところがあったなんて。高さは低いけど僕一人が乗り込むなら十分そうだね。スバル、本当に行くの？あ、でももしスバルがいないことが稲本さんにバレたら、俺のためにスバルがオーディションをやめることになっちゃうよ。間違えないでくれるかな。これは君だけのためじゃない。このオーディションを存続させるために行くんだ。そのためには君には無傷でいてもらわなきゃ困る。エレベーターを呼び出すためのボタンはこれ。それじゃ。スバル、これをつけていって。でもこれ君のメガネじゃ。僕たちデビュー前だけど MV とかで公開されてるから、君の顔を知ってる人がいるかもしれない。これで変装して。そうか、ありがとう。丸メガネ。お前何？いやなんでもねえ。スバル、太陽、僕がいない間を頼む。外だ。約1年ぶりの。
本当に外に出たんだ。いけない。早く太陽の親友を見つけ出してコンタクトを取らないと。でもどうやって。スマホもお金もない。いや、お金は最悪交番に行けば交通費くらいは貸してもらえるかな。すっかり夜が明けてしまったな。元気出しなよ太陽くん。俺が最高に美味しい朝飯作るからさ。そんでスバルンが帰ってくるまでみんなで歌詞のネタ出し会でもしてよ。太陽元気出して。どうやらチャラ男の料理も今日ばかりは効かぬようだな。ならばはあ？ロング、おめさっきから目をパシパシして何してんだ？見ればわかるであろう。ウィンクだ。はではないわ。見るがいいこの美しきカンバセを。さすれば秘境の泉がごとくコンコンと力が湧いていでて。さすがレイさん。ぶれない。クク踊る元気出る。ありがとう。大丈夫だよクック。ごめんね、今はあんまり気分が乗らなくて。でも今は無理してでもいつも通りにしないと。そんな様子稲本さんに見られたら。おはようございます。皆さん今日は一段とお早いですね。朝練ですか？稲本さん。おや、スバルさんの姿が見えないようですが。本当だ、スバルくんいないね。そうだな。スバルならほらな。ああ、そうだな。あれだ。スバルはその頭痛い。発熱で吐き気で貧血で寝坊で頭痛で発熱で吐き気で貧血で。寝れない。つまりスバルさんは頭痛で発熱で吐き気で貧血で寝坊だと。どうしよう。こんなの絶対嘘にしか聞こえないよ。もう少し話を詰めておけば。おいっせ、お前口がうまいんだから適当にごまかせねえのか。いや、こんな悪化した後にごまかすのきっつ。クク踊る。気がマギマギする。見たくはあるけど今じゃないかな。皆さん何やら様子がおかしいですね。わかりました。スバルさんは私が直接様子を見に。スバルはん？スバルは実は俺のせいで。太陽くん。太陽、お前。俺のせいなんです。俺のダンスがうまくいかないせいでスバル何時間も練習を付き合うことになって、それで夜中にお腹空いて隠れて夜食を食べたらお腹壊しちゃったみたいで、今部屋のトイレにこもってるんです。隠れて夜食食べてお腹壊してるって稲本さんにバレるのが恥ずかしいから絶対に黙っててほしいって言われて、だからみんな別のこと言ってごまかそうとしてくれたんですね。そうだから大丈夫です。スバルがいない間は俺に任せてください。犬？すみません。うちの子人懐っこくて。こら離れなさい。いえ、僕もぼーっとしてたので。そうだ、これあなたにそこの車の人に渡すよう頼まれたんです。
あんな立派な高級車の人にいきなり呼び止められてびっくりしちゃいましたよ。お知り合いなんですか？あ、これ。それじゃ確かに渡したので。私が手を貸したことはどうかレイ様にはご内密に。モリア。でもどうして僕が外にいることが分かって。私ほどの育ちにもなると拉致、誘拐、人質、さまざまな身の危険を想定して幼少期より体に発信機をつけられている。まさか。今は考えてる暇はない。この資料を頼りに早く千歳さんの元に行かないと。さっきの太陽かっこよかったな。え、僕もそう思いました。フックも太陽いつも優しい。だけどさっきはたもの頼もしいといったところか。それな、坊ちゃん正解。ありがとう。あの時俺稲本さんに言い返しながらスバルが外に出る前言い残していったことをとっさに思い出して。ただ体が勝手に動いただけだ。そないヒーロー漫画の主人公みたいなこと言うてみんな内心驚いとったと思うで。まさかあのレオンがいっちゃん先に太陽君のこと止めに行くなんて。まあでもカズ君の時のこと考えたらそうなるか。自分のこと棚にあげてんじゃねえ。お前だってタイミング一緒だっただろ。まあな。変わったな一星。レオンこそ。変わった？僕が？ああ、もちろんいい意味でだよ。もちろん分かってるよ、ナゴム兄さん。だから今なら俺ちゃんとカズにずっと思ってたことを伝えられると思うんだ。ずっと思ってたこと？だから一緒にホットミルク飲もうって誘ってくれたの？うん。そっか。でも一緒にホットミルク飲みたかったのは本当だよ。昔みたいに2人で。大丈夫だよ、ちゃんと分かってる。あのね、もしもこのオーディションで俺が落ちて。ナゴム兄さんが落ちるはずない。ありがとう。でももし俺が落ちてカズだけが選ばれたとしても、カズには必ずアイドルとしてデビューしてほしいんだ。僕だけが選ばれたとしても？俺はカズが受からなくてもデビューする。本当はカズだってその方がいいって分かってるはずだよ。だってそうだろ？そこに席があるなら。そこに席があるなら。答えははいだよ。は？何がって君がそんな風に僕の顔を見るから、もしかして僕の正体に気づいたのかと思って。なんかよくわかんねえけど、こないだのミュージカルの衣装の時も思ったんだよ。丸メガネの顔ってメガネしてなくても意外としっくりくるのな。なんだよ、人の顔見てため息なんかつきやがって。いや、君のそういうところはもういっそ才能だよね。おお、褒めても何も出ねえぞ。ういうい。別に褒めてない。でどうすんだ？何が？メガネだよ、メガネ。これから外してやってくって手もあんだろ。そうだね。まさか自分でもこんなにあっさり外せるなんて思わなかったよ。あれは
僕を守る鎧であると同時にいつか乗り越えなきゃならない壁みたいなものだったから。壁？丸メガネの丸メガネってそんなに分厚かったのか。本当に君は。でもそうだな、今は君に丸メガネって呼ばれるのが不思議と嫌じゃないんだ。自分でもなんでなのかわからないんだけど、スバルなら、スバルだったら、そう思ったらすごく堂々と振る舞えてって。でもスバルならお腹壊したなんて嘘言わないか。この話はスバルには内緒で。どうしよっかな。いや、今の話かなりいい話だったからさ、スバル君に内緒にするのもったいないなって。お腹壊した話が？いや、そっちなわけあるかい。ごめん。謝らなくていいよ。ミオから大きい声で突っ込んでもらえるの嬉しい。クックもツッコミ欲しい。ミオ、愛あるツッコミ一星言ってた。一星がそんなこと？そっか。ミオ、いつの間にかたくさん話してくれるようになったよね。ミオの声は私に劣らず華やかで麗しいからな。これからも存分に話すがいい。ありがとう。いろいろ言ってくださるようになったのって何かきっかけとかあったんですか？きっかけ？でも俺も多分太陽と同じかな。俺と？もう少しで地図の場所に。それにしても僕がこんな勢いだけの行動をとるなんて。しかも人生をかけたオーディションの最中に。ほんと一体誰の影響なのやら。あの家。すみません。もしかして高島千歳さんですか？そうだけど。あんたどっかで見たことあるな。太陽が出てるアイドルオーディションの。お願いです。太陽の暴力事件のことをゴシップ誌に告発するのをやめてもらえませんか？お願いします。僕たちは人生をかけてオーディションに取り組んでいるんです。事件の告発は。うっざ！なんでお前にそんなこと言われなきゃならないんだよ。帰れ。二度と俺に関わるな。そんな。稲本さん、今なんて。スバルさんの体調が悪い中、急な変更で申し訳ないのですが、課題曲の歌詞を今日中に提出していただけませんか？